こんばんは、不動産モフです。今日はですね、素人は不動産投資をするなっていうタイトルについて解説していきたいと思います。まあですね、最近、ひどい問題がいっぱいありまして、初心者の方が不動産投資やってはめ込まれてですね、自己破産に追い込まれる、そういうニュースがですね、いっぱいまた出てきてしまってます。僕自身ですね、不動産投資を今までですね、ずっとやってきて5棟ぐらい今まで買ってきてるんですけれども、そういった経験をもとにですね、本当に初心者の人がはめ込まれてですね、失敗してしまう、そういう状況を見てきて、本当に注意をですね、喚起していきたいと思います。この危険性をですね、知らずにやってしまって、破産してしまう、そうした人本当に出てきているので、ぜひですね、最後まで見て、こういう危ない、本当こんな信じられないようなことあるんだっていうのをですね、通知を偽造したりとか、そういうのを解説するので、最後まで見てみてください。で、不動産投資なんですけれども、本当やっぱ初心者の方がですね、やるとやっぱもう破綻する人が結構出てきてしまっていて、非常にやっぱ毎年何らかの不正が出てきたりとかですね、非常に恐ろしい業界であります。もちろんね、まともな不動産屋さんいっぱいあるんですけれども、一部の異常な業者さんがいて、そういう人たちは一向にいなくならないですと。特にしつこい勧誘ですね。買いたくないのに無理やり買わせるみたいなですね、スキームが結構最近出てきてしまっていて、それ断りきれずに買ってしまって地獄を見るっていうケースが出てきてしまいます。そうは言ってもですね、不動産投資、僕らとか不動産をしっかりですね、勉強すれば儲ける方法もあるので、どうやってしっかり勉強するのか、そういったことをですね、解説していきたいと思います。まず不動産投資甘い罠なんですけれども、やっぱ危険がいっぱいあるんですよね、残念ながら。不労所得だとかですね、将来の不安だ、そういったところにつけ込んでですね、不動産を売ったりする人たちがいっぱいいるんですけれども、一方でですね、ものすごい危険な物件があります。で、そういうところにですね、軽く入るとやっぱ軽くはめられてしまいますね。リベ大のりょうさんとかもですね、口を酸っぱくしておっしゃってるんですけれども、非常に本当いろんな業界見てきているんですけれども、特に不動産投資は、限りなくやばいんで、こんなこと許されるのっていうのがですね、本当に横行していると。で、それが、毎年毎年ちょっと手口を変えて、ずっと続いているような状態になっています。で、買ってしまってからですね、やっぱ遅いので、本当にですね、買う前にこういうケースがあるんだっていうね、勉強して、絶対にもう心を強く持って断れるようになっていただけたらなと思います。誰しもハマる可能性あると思います。で、今はですね、本当に今ホットな話題としては住宅ローンの不正融資問題っていうのが本当に今話題になってて、去年からずっとあったんですけれども、ここに来てですね、火を吹いているような状態です。で、区分マンション投資で、特に、今話題になってます。2年前ぐらいまではですね、一棟ものの不動産投資だとか、シェアハウスとかがですね、主に炎上して、被害に遭われた方いっぱいいるんですけども、そういったものはですね、不正融資塞がれていったので、今区分マンションにシフトしているような状態です。で、それが問題がですね、今すごい出てきていると。で、ある手口の一つとしては、住宅ローンを不動産投資に使って、それで物件を買うっていうですね、不正な行為が行われていると。本来は NG なんですよね。不動産投資は不動産投資用のローンがあって、融資があってですね、住宅ローンは自分が住む用のところにしか出しちゃいけないんですけれども、それをですね、ごまかして住民票を移したりとかして、それで自分が住まないにもかかわらず不動産投資物件用に住宅ローンを引くっていうのがですね、今は流行ってて、未だにですね、勧誘してる人がいるっていう風に、YouTube のコメント欄とかで書かれたりとかしてるので、これね、絶対やめた方がいいですね。本当後で紹介しますけども、人生狂う可能性がありますと。で、住宅ローンって、融資出やすいんですよ、比較的。その住宅を供給する目的っていう公共の福祉みたいな面があるので、かなり、金利が低かったりとかですね、投資用に比べてむちゃくちゃ融資出やすいんです。なので、本来買えないような人でも、住宅ローン使うことで、物件買えちゃったりするケースがあったりだとか、するのでですね、融資受けやすいんで、それをね、悪用して、不動産投資に使うって人が結構います。で、さらにですね、今、フラット35っていう、住宅機構のやつがですね、悪用されていて、特にこれも融資出やすかったりとかですね、するので、それで、バレてですね、問題になっていると。で、不動産屋さんは問題ないとかバレませんとかみんなやってますとか言うんですけども、最後責任は自分で取らなきゃいけなくなるっていうところだけ絶対覚えておいてください。ありとあらゆる方法で売ってくるんで、本当にですね、気をつけないと、はめ込まれてしまうと。で、最近ですね、話題になっているのは住宅機構がですね、一括返済を、もう要求してきてます。住宅ローンを不動産投資に使って、それがバレましたと。いろんな調査だとかですね、実際に、転送不要の、
書類を送ったりとかして、そういうのいろんな方法でバレたりするんですけども、バレて、で、日経新聞とかですね、あと、県ビアとかいろんなサイトで話題になっているのは、住宅機構が、フラット35の不正で、一括返済を要求っていうふうに、出てます。で、一部抜粋すると、利用者に全額とかですね、その不動産投資に住宅ローン使ったってケースが発覚したら、これ重要なんですけれども、一括返済ですね。すべて一括で返しなさいと。返せない場合は、競売にかけて売却すると。さらに、返済できないものは、分割返済を求めるって言ってます。これ非常に強い、措置です。なので、もう、返せない場合は、最悪ですね、もう自宅を追い出されて、もう無理やり売らされると。で、その上で借金返されて、で、実際より低く売られるんで、その分ですね、残った分はもう、分割でもいいから返せなさいという風になっています。そういう非常に厳しい措置を、取り始めたっていう風に、日経とかですね、いろんな新聞が報道されてるんで、で、まだまだ氷山の一角だったりとかするので、もっともっと隠れてて、まだ今数百件レベルだと思うんですけども、今後多分増えると思います。で、競売に流れてくるってことは、物件の価格がですね、安くなったりとか、下がってくる傾向にあるかなっていう気がしてます。なので、そういう風になってしまうと、非常に危険なる住宅ローンはですね、絶対不動産投資に使わないでください。で、さらに、年収をですね、偽造させて、融資を受けさせるっていう方法も今、流行ってます。前からあるんですけれども、やっぱ年収が低いと、住宅ローンをですね、受け入れにくいですね、返済ができないかもしれないっていうのがあるので、やっぱ年収が高い方が、家を買えやすいっていうのはあるんですけれども、そこをね、偽造してですね、年収が300万円しかないのに、600万円っていう風に源泉徴収票とかですね、書き換えて、3かし600万円の収入があるようにして、で、融資を受けるっていう風なのがですね、なってます。なので、本来、300万円だったら、この家買うには返済難しいよっていうレベルの人でも、年収倍にすることで買えちゃったりするケースがあるんですよね。で、それを、不動産屋さんが勝手にやったりするケースが結構最近多いですね。で、本当は融資でない人に無理やり買わせたりとかしてます。で、不動産屋さんがやっぱ勝手に偽造したりとかするので、後で資料を取り返してみたら、年収がですね、水増しされてた。そういうケースがかなり出てきてますね。で、さらに恐ろしいことに、相場よりですね、高く売りつけるっていうのがあって、これまた、問題なんですけれども、実際あったケースでは、だいたい相場では1500万円ぐらいのですね、マンションですね、不動産を、価格ってやっぱわかんないですよね。なかなか不動産、これはいくらですかって見てパッとわかる人って、なかなか少ないんですよね。なので、今自分が賃貸で例えば住まわれているとして、この部屋がね、買うといくらぐらいだ、パッとわかりますかね。なかなかわからないんですよね。なのでそこを逆手にとって、相場ね、周りでは1500万ぐらいで売られている部屋をですね、例えば2倍近い3000万円とかですね、販売しているケースとかも実際に報道されてます。これなんでかっていうと、この価格がわからないから2倍高くても気がつかないんですよね。例えば缶ジュースを140円のやつをね、500円で買ったところで被害って数百円で済むんですけども、その不動産を倍で買ってしまうってことは、このね、1500万円損してしまうってことなので、これ一発アウトになる可能性があるんですよね。で、実際には住宅ローンとかのローンが出るマックスの金額とか、いろんなローンを合わせて無理やり売りつけたりとかしてます。で、それですね、素人はやっぱ分からないので買ってしまう。なので本当に、素人は不動産投資するなっていうのはこういうことなんですよね。で、もう本当に恐ろしいですね。借金が3000万円あるのに、自分の持ってる物件は1500万円ってことは、さっきのケースで言うと、競売に流れたとしても、借金が1500万円残るってことになってしまうと。で、あとさらに、相場よりですね、高い家賃を、家賃保証をつけたりとかするケースも、実際に今すごい横行してます。これも前からあるんですけども、ずっとなくならないですね。例えば、今ね、住まわれてる家賃が7万円が、相場だとします。相場ね、普通にスーモとかで調べればパッとわかるんですけれども、そういう7万円ぐらいのところに、例えば12万円ぐらいで家賃保証をつけたりとかするんですよね。で、赤字になるんですよ。家賃保証しても、7万円しか取れないのに、12万円保証したら5万円、保証会社は出さなきゃいけないんで、これありえないんですよね。普通、保証って言うと、ちょっと7万円のところ、6万円ぐらいで保証するから、家賃保証しますよって、これ書くより低い額で、保証会社は保証するんですけども、その高くですね、3000万円、1500万のやつを2倍とかで売り抜けたりとかするために、赤字価格で12万円とかで家賃保証して売りつけるケースがですね、ずっとあってます。なので、こうすることで、収益計算が合うと思うんですけれども、思ってしまうと初心者の方は。だから本来は、この家賃の相場とかを調べないといけないのに、やっぱ調べれない初心者の人がわからずにも買ってしまうところですね。
で、2年契約とかになってるんで、サブリース契約は家賃保証、何十年保証しますって口でこうなんと言っても、いつでも解約できるようなイメージを持っていただければいいんですけども、すぐ解約されてしまう可能性があると。っていうことで、結局12万円だと思ってたものが、7万円に家賃が下がってしまって、それでですね、5万円も収益が下がってしまうという風になってしまうと。で、それで月々の元々赤字だったものがさらに月5万円も出ていってしまう。そういうケースがですね、多発していると。非常に恐ろしいですよね。さらに、強引な営業を進めてるってことで、もう無理やり売ってるっていうのは分かってるんですよね、業者さんは。これ全員、ここ注意なんですけど、全員悪い業者じゃなくて、ほんの一部の一部の人たちなんですけれども、そういう悪い人たちが、断っても売ってくる。もう破綻させるの分かっててですね、こういう偽造させるんで、無理やり売ってくるんですよね。で、一部屋売れることに、さっきみたいに、1500万円とか利益乗っけてるんで、営業マンには数百万円の利益が入ったりとか、そういう特別ボーナスみたいな歩合制で入ったりしますってことで、もうとにかく売れればですね、自分がハッピーで、相手は買った人は不幸になっていくってことなので、もうとにかく論理的にですね、言いくるめて、なんか将来の年金がとかですね、保険になるとかですね、税金が返ってくるとか、もう嘘でも何でもいいので言ってしまって、何とでも売りつけようっていう風にして、そういう、マニュアル化されたりとか、フロー化されて、こう言われたらこう返すみたいなとかですね、やったりとか、反抗して契約まで持っていくスキームっていうのは結構できているんで、本当初心者と、特に気が弱い人とか狙われたりとかするので、本当強い人はね、全然大丈夫だと思うんですけれども、断れない人とかですね、そういうのでもうなんとか解放されようと思って、それで、思考がですね、まとまらないうちに言われるが反抗して買ってしまうみたいなケースが結構あるそうですね。時には恫喝してくるっていうケースがあって、これ3、4年前ぐらいに話題になった凶暴化する家を売る男たちっていう、まとめがあって、テレビでですね、無理やり、恫喝して、営業マンが売りつけるみたいなのがあったりとか、これテレビで、ちょっとなんだか忘れてしまったんですけど、こういうのがあったりとか、詳細欄貼っとくんでよかったら見てみてください。あと、最近ね、昨日楽マッチでもですね、ある日アプラス、ずさん融資、ブローカーに騙された28歳の女性って言って、買いたくなかったけど、断り続けてたけど、もう本当にしつこく勧誘していって、異業種交流会みたいなところでですね、出会った人を介して、A さんが B さん紹介して、B さんが C さんを紹介して、C さんがファイナンシャルプランナーっていう体で、無理やり、そこから不動産を売りつけてきたみたいなことで、3人もしかしたら来るかもしれないんですけれども、そういうふうになんかこう、異業種交流会と全然関係ないところで、不動産をですね、進めて、とにかくしつこく勧誘して、何度断っても、もう食らいついてくるってことで、向こうもですね、無理やり売ってるってこと分かってるんで、その気の弱い人にはですね、ずっと言ってくるってことで、ついにはですね、購入、クーリングオフすればいいやとか、融資通らないだろうと思ったりとか、いろいろあって、そういうのをですね、買ってしまったと。もちろんね、本人が断りきれなかったってあるかもしれないんですけども、ちょっとこの YouTube とか見てると、本当にですね、こういう被害に遭う方は本当に多いと思います。自己責任っていう風に言うにはちょっと厳しいかなと思ったりとかします。例えばね、自己責任っていう人いるんですけども、自分のね、親とかがこういう目に遭ってしまったらどう思うかとか、例えば恋人とかね、あと家族とか、そういう方がこういう目に遭ったら許せるかどうかっていうと多分許せないっていう人が多いんではないかなっていう風に思います。で、実際にこの方は1500万円ぐらいの物件を、2850万円で買ってしまったとかですね。で、融資も、2.4% ぐらいの金利で、しかも諸費用は 5.8% とかで融資受けていて、本当ね、ありえないぐらいの金利で借りたりとかしていて、非常にやばいです。で、家賃が、相場7万円ぐらいの家賃を、12万円のね、家賃補助つけますよって言って、買ってしまっていて、で、年収がもともと260万円だったのが、それを源泉徴収をですね、偽造して650万円っていう風にして、それで無理やり融資つけて、それで買ったっていう風になっていますと。なので、今の状況としてはですね、本当に1500万円しかないマンションをですね、2850万円とかの借金を負わせて、買わせてしまうってことで、もしですね、今回の場合は多分これ住宅ローンではないんですけれども、もし住宅ローンだったとして、一括で売れとかって言われたとしても、1500万円でしか売れないので、この後の1300万ぐらいは借金残ってしまったりとかしますと。で、住宅ローンでないにしても、売ってもこれ1500万円でしか売れないので、借金残ってしまうし、一方どうなってるかっていうと、家賃は12万2000円で、実際7万円ですよってことで、で、返済が14万円にも上るし、管理費が8000円かかるってことで、何もしなくても月々2万7000円出ていってしまうっていう風な、収益計算になってて、さらにこの保証切られると5万円増えてしまうんで、7万7000円ですね、毎月出ていってしまうと。7万7千円で毎月払わなきゃいけない。それがね、何十年か20年か30年かわからないで続くっていうのは恐ろしいことですよね。
それで未来がね、明るい未来が、老後がどうこうっていうよりも、その時点でもうかなり生活が苦しくなると思うんですけども、しかも、固定資産税がですね、入ってなかったりだとか、あと火災保険とかですね、あと空室になってしまうと、この7万円すらもなくなってしまうんで、丸々 14.1 万円ですね、毎月払わなきゃいけない。さらに、空室が出て、壁紙張り替えたりとか、リフォームとか、入居者を埋めるときに広告費払ったりとかですね、いろんなお金が出ていってしまうということで、買った時点ですね、本当にもう、厳しいです。なので、たまにいろんな方から相談されたりとかするんですけれども、こういうのを買ってしまうと、ちょっともう手の施しようが非常に難しいっていうような状態になってしまうと。なので本当に買う前にですね、よく調べてから買わないと、言われるがまま買ってしまってですね、こういうふうに初心者が将来の夢とか、老後の不安とか、そういうのをうまいことについて買ってしまうと、とんでもない未来が待ってるんで、本当にですね、素人は絶対やるなっていうのはこういった理由ですね。でも本当にやばい世界でも売るためなら何にでも言ってくるんで、嘘つくことないので、売った方はですね、もちろん全員がそうではないんですけれども、一部の本当極悪な人たちが、そういうのがずっといると、この業界は。で、一件あたりの利益は多いんで、死に物狂いで売ってきますってことで、売った人は大儲けするかもしれないんですけども、買った人はもう破産目前、寸前まで行ってしまうっていう風になってしまってます。なので、本当にですね、身近な人が、こういうのハマらないようにですね、本当気をつけた方がいいなと思って、こういう動画を撮ってると。でも本当に融資を悪用したりとか資産熱動したり価格を釣り上げたりとかありとあらゆる方法を使ってやってきているっていうことで、本当に危険な、状況ですと。なので本当にですね、こういうケース困って、今回の方もですね、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまっていたので、相談してですね、ご家族とかですね、ご両親とか、相談したりとか、とにかく誰かに相談した方がいいですね。一人抱え込むと多分丸め込まれてしまう人がいっぱい出てきてしまっているような今状態ですね。最悪弁護士さんとかね、お金かかるかもしれないんですが、もう法テラスの無料相談とかですね、使えば多分弁護士さんと安くですね、相談でしたりもできるんで、とにかく、なんとか事なかれ主義でハンコだけ押していってしまうと絶対ダメで、向こうはもう百戦錬磨なので、断るのは難しいケースもあるんで、勇気を出してですね、断ったりとか、もう嫌ですって言ったら録音して警察に流したりとか、いろんなことやらないといけないんで、まずはですね、一人で抱え込まずに、この方みたいにならないようになればいいなというふうに思ってます。他にもですね、過去の事例としては、他法人隠しスキームって言って、いっぱい法人乱立して、その法人を隠しつつ物件買っていくみたいなことをやったりとか、あと一棟物で空室いっぱいあるのにカーテンつけてですね、入居者が埋まってるように見せかけたりだとか、資産、貯金通帳を偽造したりだとかですね。今回みたいに年収偽造したりとか、あと物件の価格も捏造してちょっと高めにして融資いっぱい引っ張るだとか、あとかぼちゃの馬車、今回かぼちゃの馬車のケースにすごい近いんですけれども、サブリースの価格を上げてですね、シェアハウスを売りつけて、で、スールは銀行から融資を受けてですね、無理やり売りつけるみたいなですね、そういうスキーム。買った人はかなり今、自己破産されてる方もいるみたいなんですけども、かぼちゃの馬車問題とかですね、ずっとですね、こういう問題続いているので、不動産投資やっぱ初心者の方はなかなか難しいですと。で、これよく出すんですけども、不動産投資家はどうやってるかっていうと、本当、もうダイヤモンドの発掘みたいなイメージを持っていて、本当ね、炭鉱に潜って僕らは安い物件を発掘して探してるんですよね。そのゴミ溜めの山みたいなところで。そういうの目利きでですね、安いやつを見つけて、ボロボロだったりですね、もう廃墟みたいなやつだとか、相場で安いやつを見つけて、で、綺麗に直してですね、安く。で、商品として最後、持っててもいいし、最後売ってもいいし、みたいな感じでなってますと。で、最後のですね、別にここで買ってはいけない、最後の不動産ですね、買ってはいけないってことはないですけども、ここで、何も知らずに、普通にですね、儲けようとした場合に、普通にね、お店で売ってるダイヤモンドを買っても、転売して儲けようって言ってもなかなか難しいように、最後普通に誰でも買える不動産を買ってですね、そのまま儲けるっていうのはやっぱ、簡単ではないので、たまにお宝混じってるんですけども、で、さらにこれは悪い人がほんの一部いるんで、言われるがまま買ってしまうと人生破綻してしまう可能性があるので、ここで買うのが悪いわけじゃないんですけども、何も知らずに信じて、今回のケースみたいに2倍の価格で買ってしまうみたいなケースもあるので、本当気をつけなきゃいけないと。例えばさっきの1500万円の物件ぐらいであれば、ここで買うんだとしたら、1000万円とかですね、1200、300万ぐらいで買ってるようなイメージですね、投資家は。そういう風に安いやつを、見つけたりだとか、業者さんから情報もらってですね、現金で買ったりとか、そういうことをやって、こういう風にやってるようなイメージですね。じゃあね、不動産投資、どうやって勉強すればいいんだ、やってみたいなと思う方いらっしゃると思うんですけれども、それはですね、しっかり勉強をしないといけないです。
で、1年ぐらいはですね、最低勉強して買った方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。すぐね、勉強して買う人もいるんですけれども、そこは人によりなんですけど、僕は1年ぐらいを推奨してます。別に、いきなり買って儲けてる人もいるし、いきなり買って失敗してる人もいるし、人それぞれであることは間違いないんですけれども、1年ぐらいは勉強した方がいいかなと思っていて、やっぱね、不動産投資、投資ではなくてビジネス、経営になるので、多岐にわたるですね、経験、知識も求められるので、簡単ではないですよね。で、いい人もいれば悪い人も今回見てうようよいるってところがあって、結構判断ができなかったりします、最初は。だからたまたま買った人がいい人であればラッキーかもしれないし、悪い人であれば、人生どん底みたいになるんで、そういうね、人生博打的な考えは僕はあんま好きではないので、しっかりですね、自分で判断できるようになってから買うっていうのがいいと思います。やっぱ不動産の価値ですね。本来全部ひっくるめて、築年数だとか構造だとか立地だとか、家賃だとか全てひっくるめて価値がですね、いくらで買えばいくらで売れてどう儲けられるかとか、そういうビジネスとして分かるっていうまで勉強した方が僕はいいと思ってます。分からないのに買うと、極端な話で、さっき極端なんですけど、2倍で買ってしまうとかなりですね、そこから儲けるのは非常に苦戦すると。で、安易に人を信用してはいけないですね。この、YouTube とか僕自身が言ってることも、全て正しいとは限らないし、人によっては、多分考え方違う人もいると思うので、本当僕が言うからどうこうとかではなくって、自分自身ですね、ちゃんと判断して、それで考えるようなですね、スキルっていうのは求められると。本当いろんな人がいるので、そうしないと人生、特に不動産は破綻するリスクがありますってことで注意ですね。じゃあどうやって勉強すればいいのかっていうと、僕自身はやっぱ不動産投資の本をですね、最初読みましたね。100冊ぐらいは読んだと思います。100冊以上ですかね。とにかく片っ端から読んでですね、1冊1000円ぐらいするにしても100冊10万円だとしたら、安いもんで、大体それでほとんど網羅して知識は得られると思うんで、それで僕は2年間ぐらいは不動産投資は独学でやってました。あと今だとね、YouTube とかいろんな人が YouTube の出してるんで、そういうのを勉強したりしてもいいと思いますし、非営利のですね、大家の会とか、僕が、入ってるところもあったりとかするんですけど、そういったところに入って別に年会費とかも取らずにボランティアで運営しているようなところとかは本当にですね、良かったりします。この会に入れば、物件買えるよとかですね、そういうのはあんまりないと思うんで、高額な塾にですね、いきなり入るっていうのは、高額な塾でもいいところあるんですけども、初心者でそれ見分けるっていうのは無理なんで、いきなり入らない方がいいと思います。もう、中に入ってる人経由とか聞いて入るのは全然いいと思うんですけども、否定するわけではないんですが、わけわからない状態でどこがいいですか、そうはいいですかとかっていうのは多分わかんないんでやめた方がいいかなと思いますね。あと不動産投資のセミナーとかで、投資家がやってるようなセミナーとかはいいかなと思います。ただ物件を売ってくるようなセミナーもあったりとかするので、そこはもう自己判断で、怪しいと思ったらもうそもそも行かないし、ちゃんと断れる自信があるんだったらいいと思います。ただ情報はね、いいところ出してるところあるので、そういう情報収集としては僕は結構セミナー行ったりとかはしてました。あと信頼できる親友達とかですね、仲間を作って、それで一緒に成長するとかいいと思います。で、とにかく、ビジネス、になるので、会社の経営になるので、本当にですね、自分の頭で考えて、これでこうやって、これぐらいで買って、これぐらいで直して、これぐらいで家賃つけて、それで最後売却してリフォームこうやって、それでね、全部ひっくるめて利益が出るとか、そういう判断ができる人でないと結構難しいかなと思うんで、そのね、ビジネス的な目線がかなり重要だと思います。で、自分は、不動産投資のブログやってるの、もふもふ不動産でブログもやってるんで、不動産投資家が絶対無益本5冊って詳細欄貼っとくんで、あと不動産投資講座とかもブログ書いてるんで、無料で見れるんでよかったら見てみてください。あと再生リストでも不動産投資のメリット、デメリットとか、講座とですね、不動産投資だけ集めた、100本ぐらいあるんですけども、再生リスト作ってるんで、よかったら見てみてください。で、まとめますと、不動産投資ですね、破産する人がいっぱいいるので、危険がいっぱいですと。なので素人がいきなり入ってくるもうやめた方がいいですよって、もう幸せな人生を夢見て、失敗してしまうリスクがあるっていうことで、本当に勉強が必要です。で、しつこい勧誘ですね。本当に注意が必要で、断ってもですね、断っても、こうやってくるっていうのがあって、それをね、ただ単に情弱がどうこうとかですね、自己責任だっていう風なレベルでは今なくなってきてるなっていう風に思います。それぐらい、巧妙化してきてるし、それぐらいですね、ハマってしまうし、抜け出すのは結構厳しいかな。1万人いたらですね、10人とか、100人ぐらいはハマってしまうかなっていうようなレベルですね。もちろんその残りのですね、9900人は大丈夫なんですけども、でも1% とかね、それ以下の人は多分ハマってしまう人もいるんで、で向こうももう、そういうの知っててやってくるからかなり手強いと思います。知らずにやる方がですね、手強くないっていうのがあるんで、不動産投資やるならしっかりですね、勉強しようってことで、
何も素人はいきなり入ってこない方がいいんですけども、参入障壁が非常に高いので、いろんなスキル求められるし、お金の面であったりとか、不動産の知識、銀行、ファイナンス系、決算とか税金とかですね、いろんな知識が必要になるので、ポッといけるわけではないんですけども、でも逆に、そういうのを一回やってしまえば、非常に儲かりやすいビジネスでもあって、失敗してる人はほとんどいないですね、不動産投資家の仲間で見ると。なので、そういうふうにしっかりしてる人は絶対儲けやすいビジネスであるんですけども、参入障壁が圧倒的に高いっていうところがあるんで、よく勉強して、で、ゲームみたいにやり直しボタンリセットしてもう一回ね、最初からスタートしてリセマラみたいなのできたらいいんですけど、そういうわけにはいかないので、数千万円のお金が動くので、本当にですね、よくやった方がいいと思います。僕自身は。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただけると嬉しいです。このチャンネルはですね、不動産投資、株式投資、経済ニュースとか、非常にですね、役立つ情報を、むちゃくちゃわかりやすく、解説しています。で、このチャンネル見るだけで、むちゃくちゃですね、勉強になると思いますし、人生豊かになっていくと思うので、ぜひですね、チャンネル登録をして、引き続き、今この辺にあるんです。押してみてください。またですね、ツイッターで有益な情報を発信してるんで、よかったら登録してみます。また、いつも SNS とかでシェアしていただけると本当に嬉しいです。それはどうもありがとうございました。ウェイ。ケーキ買ってきます。バレンタイン。